怖すぎるっていうね。目がいっちゃってる。本当にお前、アンキロサウルスか？お前カメじゃねえか？バカなのかなみたいなね。正月親戚が集まるとかなるとね、まずですね、首を噛みつぶされ焼かれる。はい、どうもよろしくお願いします。高倉和也と申します。というわけでですね、今回からゴジラ怪獣ここが好きというわけで、いろんなね、ゴジラ怪獣のここがいいなと、ここが僕は好きだなというところをですね、紹介していく動画を投稿してまいります。あんまりね、その詳しい解説とかはもしかしたらね、できないかもしれないんですけれども、もう好きっていう気持ちだけでやっていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、今回ですね、最初に紹介する怪獣はこちらです。アンギラス君。この怪獣についてちょっと好きなところをお話ししていきたいと思います。まずはね、顔、見た目。そこですよ。このね、見た目結構僕好きなので、見てほしいんですが、こちらですね。怖すぎるっていうね。このアンギラス君は一番最初に登場した、いわゆる初代アンギラスという、その頃の見た目なんですけども、このね、目がいっちゃってるっていう、かなり怖い見た目をしておりますが、昭和の頃ですから、まだまだね、なんていうんですか、いろんな規制とか、ね、反射とかとの、そういう付き合いもね、だいぶまだ緩かった時代のね、頃の話ですから、こんなね、やつが、スクリーンに登場していてもね、銀幕を飾っていても全然問題なかった時代です。はい。そんなね、基本スペック。ここはざっと見ていきましょうか。身長60メートル、体重3万トン。当時戦ったゴジラさんがですね、50メートルの2万5000トンかな。大体それぐらいだったんで、それに比べると若干でかいかなっていうくらいの体型ですね。出演作。ゴジラの逆襲。この写真はゴジラの逆襲の頃の、一コマなんですけども、それ以外にも怪獣送信劇、それからゴジラファイナルウォーズなど、もちろん他にもね、出てるんですけれども、主だったものというところで、こういったところでしょうかね。そんなね、アンギラス君なんですけど、どんな特徴がある怪獣なのかというのをちょっとご紹介したいなと思います。まずですね、アンキロサウルス。このアンキロサウルスという恐竜が、怪獣化したのがアンギラス君だという設定になっております。ね、いろいろね、この動画を作るにあたって、アンキロサウルスって一体どういう恐竜なのかなっていうのをね、一回調べたんですけれども、なんかね、アンギラス君とはだいぶ毛色が違うというか、そもそも草食だしっていう、うん。アンギラス君どう見てもこの顔肉食ってる顔してますよね。ね。昭和の頃の俳優さん的なイメージで言うと、もう肉食って酒飲んでみたいな、ね。顔テカっててみたいな、そんなイメージですけど、その延長線上で語るとね、やっぱりね、アンギラス君どう見ても肉食なんですけど、アンキロサウルスは草食。で、しかも、歯もそんなにないらしいんですよ。このね、明らかに写真で見ても、前歯の主張すごいですからね。本当にお前、アンキロサウルスかっていう疑問もね、出てきちゃうんですけど、ただね、より詳しく調べてきますと、アンキロサウルスみたいに、体の周りというか、背中に甲羅があったりとかね、そういう感じで防御を固めてる系の恐竜って他にもいるみたいなんですね。でも、そういった同じように防御を固めてる系の恐竜たちと比べると、アンキロサウルス君ってどちらかというと攻撃的な性格というか、他のやつが単純に守っているだけなのに対して、アンキロサウルス君はもう体の体重もね、軽いと。で、尻尾にハンマーみたいなぶん殴る武器もついてると。その武器を使って、周りのね、襲ってきた奴らをひたすら攻撃して自分の身を守るっていう、そういうね、戦略というか、生き方をしてた恐竜らしいので、そう考えると、
アンキロサウルスの攻撃的な部分にだけ注目すれば、まあ、アンギラス君も攻撃的な性格してるし、まあ、近いかっていうね、まあ、微妙にこの似てるところがあるという話ですね。はい。それから、まあ、別名ですね。暴竜。ね。暴れる竜ですよ。うん。まあ、竜っぽい見た目ではないよなっていうところはまあありますけどね。お前亀じゃねえかっていう、うん、感じもしますが、まあ、暴竜ですよ。ね。暴れるっていうね、字が別名でつくってなかなかすごいですよ。なんだろう、ボーイみたいな、ね。アルファベットになる前のボーイみたいな、そんなイメージですかね。すごい名前ですけど、それから、他の種族に激しい憎悪を抱いている。ねすごいです。現代社会ではちょっと生きていけない感じですね。やっぱそうですね。どうしても、滲み出る昭和初期感。昭和初期ではないか。戦後すぐみたいな、この荒々しい時代のね、匂いを感じますけども。まあ、ただ考えてみると、まあ、このね、画像のアンギラス君、この、一番最初に出てきたアンギラス君に関しては、まあ確かにね、この、見るからに他の種族に激しい憎悪を抱いてる顔してるなってこう、思うんですけど、この後に出てくる、まあ二代目とか三代目とかいるんですけど、そいつらに関してはね、あんまりその、当てはまらないというか、割とね、友好的な奴らが多いんですよ。だから、このね、まあ、他の種族にもろもろっていうのは、アンギラスという怪獣の特徴というよりも、この初代アンギラス君個人の、まあ、性格というか、パーソナリティというかね、こいつだけなんじゃねえかなって。たまたまそういうその気性の荒いやつが最初に出てきちゃったばっかりに、もうアンギラスっていうのは、他の種族に激しい憎悪を抱いているんだって、ね、悪いイメージがね、ついてしまったんじゃないかなと思います。はい。それから、脳が全身に分散しているって。ね、まあ、体の各所にこの、ね、脳のようなこの、まあ、神経の塊みたいなもんですかね。そういうのが分散していることによって、素早く動けると、いう設定になってますね。なんか、調べてみると、タコとかもね、全部で脳が9個あるっていうらしいんですよ。まあ、人間と同じように頭というか、まあ、中心的なね、役割のある脳と、あと各手足、ね、タコ8本手足がありますから、それにもね、その脳に相当する器官があって、っていうね、まあ現実のそういう生き物もいるので、まあ、生地ありえない話じゃないかなという部分はあるんですけどもね。まあ、ただ、まあ、ね、アンニャ君のまあ、今までの活躍ぶりとかをいろいろ見ていくとですね、なんだろうな、脳が分散しちゃってる分、頭に入ってる脳ちっちゃくなってねえかっていう、なんかね、バカなのかなみたいなね、ところもちょっと感じなくはないですね。なんでしょうね。自分から敵に突っ込んで怪我したりとか、ね、まあ、噛みつくのはいいんだけど、そのまま宙吊りになるとか、いろいろね、親っていう、アンギラス君どうしたっていうところ結構あるんで、まあね、バカなのかなっていうね、そういう、まあまあまあ、疑惑じゃないですけど、そういうところもありますね。まあね、そんなアンギラス君ですけども、このまあ、画像が初代です。で、二代目っていうのがいます。まあ、二代目っていうのはその、この左側の初代アンギラス君が出演したゴジラの逆襲以降ですね、に出てくる、まあ、昭和シリーズに出演していたアンギラス君っていうのがいるんですけども、これがね、だいぶすごいんですよ。この初代からのギャップ。そのご尊顔がこちら。ね、かわいいよね、すごくね。目が違うね、やっぱり。クリクリだもの。黒目がちだし。ちょっとこうね、チワワみたいな感じのね、可愛げがあります。まあ、なんでしょうね。左がドーベルマンだったら右がチワワみたいな。まあ、ちょっと犬種で例えるのはちょっと難しいですけども、とにかくね、こう見た目のイメージがだいぶ変わると。
すごい同種ですからね。同じ種族ですから、この2体。ね。正月親戚が集まるとかなるとね、やっぱこの2体が顔揃えるんでしょうね。うん。で左側の初代の方がまあ、ね、ちょっとこう、親戚中からなんか、ね、避けられてる、ね、すごい、ブラックなというか、ね、後ろ暗い生き方をしているのは左側のね、怖い兄ちゃんで、右がこう、なんか幼稚園ぐらいの、ね、親戚の子みたいな感じで、ね、うん。こう、右のね、子が、二代目がね、こう、周りの大人アンギラスたちに、おう、来たのか、二代目くん。うわ、かわいいね。大きくなったねなんて言われてるところに、こう、玄関の方からすごい音がして、邪魔するぜつって、左のね、柄の悪い初代アンギラス君が来て、あいつか、ね、みたいな、そんなノリの正月のね、親戚の集まりがあるんじゃないかなと。それからまあ、二代目以降ですね、ゴジラファイナルウォーズという、2000年代入ってからの映画にですね、再びアンギラス君登場します。それがこちら。ね、まあ3代目というふうに、しましたけれども。まあ、こう見ると結構その、初代インスパイアというかね、見た目が結構、目も大きさも少し小さくなったりとか、ね、してますし、まあ、色味がね、2代目ですかね。うん。まあ、目の大きさ、あとちょっとこう、少し怖い感じ。うん。なんかこう、初代インスパイアな感じはしますけど。でも、こう見ると結構その、賢そうな見た目してますよね。この3代目アンギラス。うん。かなりね、その、キャラ立ってると思うんですよ。初代、2代目、3代目と。こいつらからの、これですから。ね。結構この優等生感というかね、賢いインテリ感みたいなのが、あっていいんじゃないでしょうか。だからまあ、3代目がね、まあ、インテリ、ね、優等生キャラとしたら、まあ、初代がまあ、なんでしょうね。ヤンキーっていう、あれでもない。まあ、サイコパス、アウトローみたいな、狂犬みたいなね、そういうイメージだとしたら、まあ、こっちはね、まあ、アイドル的な、マスコット的な感じですかね。で、まあ、三代目、インテリ系というわけで。まあ、こういう感じでね、見た目にいろいろ個性のあるアンギラスくんですけども、結構ね、その扱い、不遇だと言われることが多い怪獣でもあります。まあ、具体的にね、劇中の活躍からどういうふうな、扱いをされてきたのかというのを見ていきましょう。まずですね、首を噛みつぶされ焼かれる。もうこの時点で人間で言ったら死んでますけどね。これね、ゴジラの逆襲の時ですね。最初の、いわゆるサイコパスアウトロー、初代アンギラスの、時の話ですけれども。まあ、この時のね、ゴジラさんはすごいですよ。ね。動きがまだね、その、ムービーショーに慣れてないというか、完全に殺しに来てますから。例の初代アンギラス君も、もちろんそこは同じで、慣れてないんですけど。だからもう、二人ともね、カメラが回ってるのを忘れて本気で殴り合うみたいな、単なる殺し合いをカメラの前で演じてしまったという、そんなね、感じを否めないんですけども。もう首噛まれて死んでんすよ。初代アンギラス君ね、首噛みつぶされて死んでんだけど、そっからさらに追い打ちで火炎放射当てられて焼かれるっていう。それからですね、ノコギリで額を割られる。多分、労災は出てないと、こちらですね。サッカーボールにされる。彼ですね。彼がサッカーボールにされました。